しもし、聞こえていますか？シティボーイ、シティガール、シティママ、シティパパ、シティじいさん、並びにシティばあさんの皆さん、今日もまた YouTube での面白いひとときを楽しみましょう。皆さんのお相手をするのはミシシッピスタジオ放送局ナビゲーターの1号です。この番組では成功のアイデアソースとして様々な課題を取り上げて、有効な問題解決に向けてのユニークなアイデアをフル雑誌を参考書として紹介していきますので、よろしくお願いします。この放送はあなたを変えてしまうでしょう。それには聞く時の条件があります。できるだけ一人になって自分のことを考えられるところへ行き、そこでこの放送を見てほしいのです。よろしくお願いします。この放送は面白いことに挑戦したい方、自分を輝かせたい方、迷いを吹き飛ばしたい方に向けてお届けします。早速ですが、今回のお届けする課題は、このデジタルイノベーション時代において本来の自分を取り戻し、新しい自分になるという自分を発見する発想法をお届けします。 Go Out 部屋からの革命と題して、新しい自分を発見する発想法を前編と後編に分け、1の前編ではなるほど新自分発見法として部屋で探すというユニークなアイデアを、後編ではなるほど新自分発見法として部屋を出るというクレイジーなアイデアを皆さんと考えていきたいと思います。皆さん、前編をご覧いただけましたでしょうか？前編の新しい自分を発見する発想法として部屋で探すでは、部屋の中をひっくり返して自分を見つめるユニークな発想法でしたね。まだ見ていない方は新自分発見法としてとっても面白いので見てみてくださいね。新しい自分が見つかるかも。さて、後編では新しい自分を発見する発想法として部屋を出るというクレイジーなアイデアを紹介していこうと思います。部屋を出て何するのと思いますが、部屋からの脱出計画はあなたにとってとても面白い出来事となりますので、最後までご覧ください。それでは引き続き、この教科書1979年に発行された宝島1月号から前編に続いてお送りします。それでは行きましょう。 Go Out 部屋からの革命後編、なるほど新自分発見法2、部屋を出る、スタートです。皆さん、普段自分の部屋を出るとき、どんなことで部屋を出ますか？普通そんなことも考えもしないですよね。多分無意識に近いぐらいに何かの用事があるから出る、つまらないから出る、もしくはほとんど出ないですよね。私は出たくないという意識が強いですかね。引きこもりではないですが、周りからは引きこもりと思われています。部屋が快適になればなるほど出たくないですよね。居心地がいいことはとってもいいことです。しかし、そんな部屋から出ろ、飛び出せ、 Go Out っていうメッセージがあるんです。こちらのページをご覧ください。 Go Out 部屋からの革命、個室を飛び出すためのマニュアル。この個室を飛び出すためのマニュアルって何って思いますよね。個室を飛び出すためのマニュアルなんてあるのって、この雑誌を手に取った時に思わずニヤッとしてしまいました。わざわざ快適な部屋から飛び出すための脱出マニュアル？なんで脱出しなくてはならないのって。この足のイラスト、とっても印象的ではありませんか？この足を見ていると、やり続ける、歩く、進むというポジティブな雰囲気を漂わせます。このイラストレーションを描いたのは田辺勝正さんです。そして次のページ、キノコが描かれたサイケデリックなこのイラスト、そしてこのジョン・レノンのような顔の額には小さくアイデンティティと書いてあります。アイデンティティとは、自分が自分に対して持っている考え方、自分自身を表現できるもののことを指します。こうやって小さなところにメッセージが書いてあるのって見ていてとっても面白いですよね。さあ、ここに一体どんなことが書かれているんでしょう。少し抜粋して読み上げますね。僕らはいつでも最大限に自分の部屋の生活をエンジョイしてきた。気持ちのいい音楽を流し、好きな本を読み、コーヒーを飲む。確かにそれはリラックスできる自分の時間のような感じもする。でもちょっと考えてもらいたい。こんな洒落たコマーシャルのワンショットのようなライフスタイルは本当に僕ら自身のものなのだろうかということを。そして最後の部分、
さあ、ライフスタイルまで売りつけられないうちに、もう一度どこかで失ってしまった自分自身を探しに部屋を出てみよう。自分の部屋、そして心の部屋のドアを開いて小さな革命を起こしてみよう。Go out, look for something。 いきなりなんだか強烈なメッセージが描かれていました。いつもの快適な部屋から想像もしないような自己改革のようなメッセージ。それは自分がリラックスできる時間や場所、快適な空間は本当に自分のものなのか、誰かが演出したモノマネみたいなものかというメッセージです。正直そんなこと考えている場合じゃないし、めんどくさいって感じますよね。快適でないなら理解できるけど、ここでは居心地のいい快適な部屋は本当に自分なのか。そんな自分がいいと思っている部屋から脱出して本物の本当の自分になるマニュアルなんですよ。ほとんどクレイジーな発想ですよね。そんなメッセージを見て、ふとなんとなくいつもの部屋を眺めながら、これは自分の本当に好きなライフスタイルなのかとしばらくの間素直に正直に思ってみました。特に何気なく見ていたスマホの中、もう一つの自分の部屋ですね。そこの中にも本当の自分がいるのでしょうか。この部屋から眺めるライフスタイルは自分自身がしたいことなのでしょうか。皆さんはどうですか？私はこのメッセージはクレイジーな発想だけども、部屋から脱出してもっと自分を知りたくなってきました。この脱出する意味で使われた Go out という言葉は、アメリカのビートカルチャーから刺激を受けたバックパッカーたちの間でよく使われる自分自身を探す旅に出るという意味を持っています。 Go out、 自分自身を探す旅に出るための部屋の中の脱出方法に関する面白い文を見つけましたのでご紹介します。それは積極的な脱出についてです。部屋の中の広場、町、国、宇宙。部屋を次第に拡大して広場を作り、町を作り、国を作り、そして宇宙を作ってしまう。それは積極的な脱出方法だ。何か宇宙を作ってしまう壮大な話になってきました。積極的な脱出ってなかなか聞き慣れない言葉ですよね。この雑誌に描かれている部屋に関する役割は、幼少期から始まり、遊び場から次第に勉強部屋に変わり、その役目は人生が移り変わることごとに様々な部屋の役割が変わってきたことを細かく繊細に解説しています。この部屋の中の広場という表現は、人生が社会と関わりを持つのと同時に大きくもなり小さくもなるという心の大きさみたいな表現を移り変わる部屋の中の広場として伝えています。先ほどの文の伝えたいことは、今この部屋からどんなものでもあなたの考え方次第で作り出すことができる。それはあなたの部屋、すなわちあなたの心次第。あなた自身を知れば強くたくましく何にもとらわれていない自由な発想ができるということなんですね。つまり積極的な脱出とは、自分のしたいことを自由な発想で考え抜くということなんですね。この章の続きの文は片岡義雄さんが書いていて、この文はなぜゴーアウトする必要があるのかを教えてくれています。マニュアルにゴーアウトする理由。人一人一人が社会的な有効性を限度いっぱいに近く発揮するための人間同士の関係を作るため。つまり人間関係をうまく結ぶための自分軸を探すために外へ出ようということなんです。ゴーアウト、家を出るというのは明るい一歩なんですね。私たちは一人では生きていけない。でも自分がないままにいい関係を作ることはできない。だから自分のアイデンティティを作る旅に出ようということなのではないでしょうか。マニュアル3、個室からの脱出。個室からの脱出史論という章に大切なメッセージが込められていました。今をいい方向で過ごすには、
大人でも子供でもない世代が自分の世代のためのライフスタイルを確立するしかない。個室を密室化してそこに閉じこもっている限り、それはしかし不可能だろう。若いということと若い世代ということは同じではない。僕らは世代、ジェネレーションというほどお互いに共通する意識を今持ってはいない。あと、この青春はある。しかし世代の青春はない。この青春の相和は世代の青春ではない。若者が一つの世代として自分たちを確立するにはどうしたらいいのだろう。集団と自分たちの文化、この2つが必要だ。個室の中はある種の独立王国みたいになったのだ。しかし若者はまだ何者でもない。マージナルマン、境界人の状態がいつまでも続くわけではないことを知っている。若者の存在基盤はいつもあやふやで絶えず自己喪失に悩まされている。どんな大人になりたいのか、どんな大人になりたくないのか、これを決めるのは今を置いてはありえない。個室は必要だ。休息の場、出撃の根拠地として。でも何に疲れて休息したいのか、どこへ出撃していこうとしているのか。ちょっと難しいですね、何を言っているのか。なのでこの文章を私なりに考えてみました。解説すれば、今の自分をもっとよりよく過ごすには、自分が社会で何をしたいのかということの目的を知り、その目的に向かって社会活動をする。そのための休息が部屋なのだということなのではないでしょうか。結果として休息できる場は必要なんですね。それは自分のなりたいものに一歩踏み出しているからこそ意味のある場なんです。人間関係と自分というのは、自分が社会で何がしたいのかということを知ってから他人と関わることが大事なんだと気づかされます。何気なく普段過ごしている部屋には自分が素直になれる場所であり、そこには実は自分をもっと大きく成長するための自分を知る場所でもある。自分を知るために部屋で休息し、さらに自分を輝かせるために部屋を出る。社会や人間同士の関係を築きながら自分をもっと大きく拡大していくための行動が個室からの脱出という表現になっていたんですね。前編で自己啓発が注目されているというお話をしましたが、それは自分軸を発見し、より良い人間関係を作りたいという思いなんですね。改めて Go Out というのは自分を拡大させる、すなわち自分自身が何を目的に活動するかという行動だと感じました。皆さん、改めてもう一度この雑誌 Go Out 部屋からの革命をご覧ください。今回は Go Out 部屋からの革命として、部屋で探すと部屋を出るという題材で新自分発見法をご紹介しました。どれだけ自分を見つめることができるか、ぶれない自分軸を持つという本質的な考え方のことですね。それは部屋の中でも部屋の外でもスマホの中でもどんなところでも意識革命をすることができる。そこには行動し続け、思考し続けることが大切ということですね。私たちは一人じゃない。だけど同じでもない。それぞれ違う個が集まって面白いものができるのではないでしょうか。私も部屋からの革命をしたくなってきました。皆さんもしたくなりましたか？今日の放送はいかがでしたか？いい旅を始められそうですか？今回は Go Out 部屋からの革命を前編後編に分けて2本続けてお送りしました。今回の感想などコメントいただけたら嬉しいです。最後まで聞き続けてくれた君に感謝します。そしてこの放送を制作するのに大きくインスピレーションを与えてもらったユニークな古雑誌に感謝します。この放送は続きます。君がある日自分が持っているバックパックの中から取り出したスマホから突然ミシシッピスタジオが飛び込んでくるかもしれません。その時はまたぜひ聞いてください。この放送の目的は意識革命をすることです。自然について語り、愛について語ること、
それが全てでそれしかありません。よろしくお願いします。最後にミシシッピスタジオからお知らせです。ミシシッピスタジオではユースカルチャー、若者文化を題材に伝統の継承と発展に努めています。今回紹介した古雑誌は感じる本やエスピースワンダーランドにあります。他にもアウトローな面白いサブカルチャーの雑誌にたくさん出会えるので、概要欄をチェックして覗いてみてくださいね。この番組をもう一度見たいと思ってくれた方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今後も様々なユニークで非常識な発想法を紹介していきますのでお楽しみに。それではあなたは成功する価値がある。ムービングオン1号でした。バイバーイ。ラブラブラブ。こちらはミシシッピスタジオ放送局です。本日の放送はこれで終了します。次回はまた冒険の息抜き中に放送します。ラブラブラブ。それでは皆さん、いい冒険を、いい旅を。ラブ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 。